皆さん、こんにちは。佐藤です。こんにちは、田中です。今日は食品工場で働くことについて話します。この番組では、仕事の流れを聞きながら、JLPTN3 の日本語も自然に確認します。工場の話ですが、宣伝ではなく、現場で使う言葉を落ち着いて見ていきます。まず、食品工場の一日はどんなところから始まるんですか？多くの場合、作業そのものより前に、服装や衛生の確認から始まります。服装の確認というと、制服や帽子を身につけることですか？はい。制服、帽子、マスク、手袋を正しく身につけます。作業に入る前からかなり細かいですね。食品は口に入るものなので、細かく確認することが大切です。ここで出た確認という言葉は仕事でよく使いますか？よく使います。正しいかどうかを確かめるときに使う基本の言葉です。では、点検とは何が違うんでしょうか？点検は、機械や道具に悪いところがないか調べる感じが強いです。材料の名前を見るなら確認、機械の状態を見るなら点検という感じですね。その理解で大丈夫です。ただ、現場では前後の言葉も一緒に聞く必要があります。準備が終わったらすぐに作業を始めるんですか？すぐ始める日もありますが、多くの場合は朝礼があります。朝礼ではどんなことを確認しますか？その日の生産数、変更点、注意点を短く確認します。生産数という言葉は N3 でも覚えておきたいですね。はい。工場だけでなく、仕事の数字を話すときにも使えます。注意点という言葉は気をつけることという意味ですか？そうです。例えば、材料の量や機械の音に注意してくださいと言われます。機械の音が変な時はすぐわかるものですか？慣れるまでは難しいです。でも、毎日聞いていると違いに気づきやすくなります。ここで違いに気づくという表現が出ましたね。気づくは、意識していなかったことをわかるようになるという意味です。似ている言葉に気がつくもありますよね。はい。意味は近いですが、会話ではどちらもよく聞きます。もし異常に気づいたらどうするのが安全ですか？自分だけで判断せず、責任者にすぐ報告します。責任者という言葉は仕事ではかなり大事ですね。大事です。責任者は、判断したり指示を出したりする人です。報告という言葉も N3 の仕事テーマではよく出ます。報告は、起きたことや分かったことを相手に伝えることです。相談とは何が違いますか？報告は事実を伝えること、相談はどうするか一緒に考えることです。報告、連絡、相談という言葉は日本の職場でよく聞きますね。はい。短く、ほうれん草と呼ばれることもあります。食品工場でもほうれん草は必要ですか？もちろん必要です。小さな変化でも共有しないと、大きな問題になることがあります。共有するという言葉は情報をみんなで持つという意味ですか？そうです。自分だけが知っている状態にしないことです。これは聞き取りでも大事ですね。誰が何を共有したのかを聞く必要があります。そうですね。
主語が省かれることも多いので、前後の流れを聞くことが大切です。工場では材料を扱うときにも注意が必要ですよね。はい。材料の名前、量、期限を毎回確認します。期限は賞味期限や消費期限のことですか？そうです。食品では、この2つの違いも大切です。賞味期限は美味しく食べられる期限でしたよね。はい。消費期限は、安全に食べられる期限という意味が強いです。似ていますが、現場では間違えられない言葉ですね。その通りです。表示を間違えると、お客様に大きな不安を与えてしまいます。ここで与えてしまうという表現が出ましたね。はい。相手に影響を出してしまうときによく使います。てしまうは後悔や困った気持ちを表すことがありますか？あります。ミスしてしまいましたというと、残念な気持ちが入ります。食品の仕事ではミスを隠さないことが大切ですね。はい。隠すより、早めに報告する方が安全です。早めにという言葉は早くとどう違いますか？早くはスピードです。早めには、遅れないように余裕を持つ感じです。早めに報告するは問題が大きくなる前に動く感じですね。その通りです。食品工場では、その判断がとても重要です。判断という言葉は決めることに近いですか？近いですが、情報を見て考えた上で決める感じがあります。自分で判断してはいけない場面もありますか？あります。安全や品質に関わることは、責任者に確認するべきです。ここでべきが自然に出ましたね。べきは、そうするのが正しいという意見を表すときに使います。強い言い方なので、使う場面には注意が必要ですか？そうですね。相手に直接言うと、少し厳しく聞こえることがあります。説明の中で使うと自然に聞こえやすいですね。はい。例えば、安全に関わることは確認するべきです。という言い方です。作業中にわからない言葉を聞いたらどうすればいいですか？そのまま動かずに、もう一度聞くのが安全です。もう一度お願いしますは短いけれど大切な表現ですね。はい。完璧な日本語より、確認する勇気の方が大事な場面もあります。聞いたつもりで動くのは危ないですか？危ないです。聞いたつもりでも、内容を間違えていることがあります。つもりは N3 でかなり使いやすい文法ですね。自分ではそう思っているけれど、実際とは違う時にも使えます。確認したつもりは仕事では怖い表現ですね。そうです。確認したつもりにならないように、声に出して確認することもあります。声に出すとミスが減るんですか？減りやすくなります。目だけでなく、耳でも確認できるからです。指差し確認に近い考え方ですね。そうですね。体を使って確認すると、注意が残りやすいです。作業の速さと正確さはどちらが大切ですか？両方大切ですが、食品工場では正確さを失う速さは危険です。速いだけでは足りないということですね。はい。決められた手順を守りながら速くなるのが理想です。手順を守るという表現は
仕事でかなり大切ですね。大切です。手順を省くと、後で原因がわからなくなることがあります。省くと飛ばすは似ていますか？似ています。省くは少し硬く、飛ばすは会話で聞きやすいです。手順を飛ばさないでくださいは、現場で聞きそうです。はい。短い指示ですが、意味はとても重いです。作業中に短い指示が多いのは、機械の音が大きいからですか？それも理由の一つです。長い説明より、短くはっきり伝える方が安全です。短い言葉ほど場面を知らないと難しくなりますね。そうです。だから言葉だけでなく、作業の流れも一緒に理解します。流れをつかむという表現も使えますか？使えます。新人は、最初から完璧でなくても、まず流れをつかむことが大事です。新人が最初に困りやすいことは何ですか？指示の速さ、道具の名前、置き場所のルールに戸惑うことが多いです。戸惑うはどうしていいかわからない感じですか？はい。急に新しい状況になって、すぐ反応できない感じです。仕事でも生活でも使える言葉ですね。そうですね。N3 では、感情や状態を表す言葉も大切です。作業に慣れるまでどれくらい時間がかかりますか？人によりますが、最初の1週間で流れが少し見えてきます。1週間で全部できるようになるわけではないですよね。もちろんです。できるようになるわけではなく、流れがわかり始めるということです。わけではないは N3 でとても便利ですね。はい。全部否定するのではなく、誤解を直すときによく使います。仕事が簡単なわけではないという使い方もできますか？できます。見た目は単純でも、実際には考えることが多いです。見た目と実際の違いは食品工場でよくありますか？あります。簡単そうに見える作業ほど、細かい注意が必要なことがあります。これは、程の使い方としても自然ですね。そうですね。簡単そうなものほど注意が必要、という形です。作業中に一番緊張する場面はどこですか？私なら、材料を切り替えるときです。前の材料が残っていないか確認します。切り替えるは別のものに変えるという意味ですか？はい。材料、ライン、気持ち、話題などにも使えます。仕事でも会話でも使える便利な言葉ですね。そうです。例えば、話題を切り替えましょう、という使い方もあります。材料を切り替えるとき、どんなミスが起きやすいですか？前の材料が少し残ったり、新しい材料の量を間違えたりします。その場合、すぐに LINE を止めることもありますか？あります。止めると遅れますが、間違ったまま進めるより安全です。遅れるように見えて、実は早い判断ということですね。そうです。問題が広がる前に止めることが、結果的に早いこともあります。結果的にという言葉は、最終的にはという意味に近いですか？近いです。途中ではなく、最後に見た結果を言うときに使います。仕事の話では、結果的に安全だったという言い方も自然ですね。はい。判断の理由を説明するときに使いやすい表現です。食品工場では、
チームで働く力も必要ですか？とても必要です。一人の遅れやミスが、次の人の作業に影響します。影響するは何かに変化を与えるという意味ですか？そうです。良い場合にも悪い場合にも使えます。作業が遅れると全体に影響するという言い方ができますね。はい。だから、自分の作業だけでなく、前後の人のことも考えます。前後の人を見るというのはチームワークですね。全部の言葉を一度で分かろうとしなくても大丈夫です。まず、誰が何を確認しているのか、何を報告しているのかを聞いてみましょ2回目に聞くときは、理由や変化に注意すると、内容がもっとわかりやすくなります。う。今日のテーマは、食品工場で働くことでした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また一緒に日本語を聞いていきましょう。